また手を入れて。ヘロヘロヘロ、ニコニコチャンネルのニックです。お元気ですか？はい、スタート。はい、それでは今回はイギリス英語、イギリススラングを紹介しようと思ってます。今回はパート1ですけれども、次回はパート2もあるのでぜひ見てくださいね。では、これからこれ何と言えばいいんだろう、なんか、スラングティーポットを使ってUK スラングを紹介していきたいと思います。おー、肉よく考えててたくさん入ってますよ。さてさて、最初は何になるでしょうか。はい、フッティです。知ってますか？まあイギリスといえばやっぱりサッカーの国なので、まあアメリカ英語ではサッカー言うんですけど、でももともとのイギリスではサッカーではなくてフットボールですね。なんかやっぱイギリス人はよくフットボールばっかり話してるんで、やっぱりそのフットボールというまあ長い言葉毎回言うのはちょっとめんどくさいので、その略にして、でフットボールをフッティにしました。例えば例文としては Shall we go down to the park and play footy later on? Yes, I love footy みたいな感じですね。はい、さようなら。次の UK スラングは何でしょうか。じゃじゃーん。今回は Tea でした。皆さんご存知だと思うんだけど、やっぱりティーは紅茶という意味ですよね。皆さん知ってますよね。でもやっぱりイギリスは紅茶の天国なので、もう毎朝なんかその紅茶を飲んでる人はたくさんいますし、なのでその紅茶にちなんだ表現とかたくさんあります。で、今回はThat's not my cup of tea ちょっと長いと思うんですけど、でも That's not my cup of tea という表現を紹介したいと思います。直訳すると、それは私の紅茶ではありませんという、日本語にしたらそのまま日本語にしたらなんかそういう表現になるんですけど、それ言ってもどういうことって多分思ってると思うんだけど、でも That's not my cup of tea というのは、私はそれが好きじゃないという、何々好きじゃないという意味になりますね。例えば、Would you like to go to the pub and watch the football with me? Oh, thanks for offering, but but football isn't my cup of tea. よく使います。はい、T でした。しまった。今1つ目を言ったんだけど、実は2つ目もあります。私前回マンチェスター出身と自己紹介した時に言ってたんだけど、でも T って地方によって様々な意味あるんだけど、でマンチェスター弁では T っていう言葉はもちろん紅茶の T っていう意味もあるけど、でも夜ご飯イーブニングミールっていう意味もあります。例えば私ちっちゃい時はお母さんにWhat's for tea tonight? よく聞いてたんだけど、お母さんはいやうるさいから、それ簡単に日本語を訳すと今日の夜ご飯は何っていう意味になりますよね。でも僕のアメリカ人の友達はよくなんかそのマンチェスターを遊びに来た時になんか What would you like for tea? とかよく聞かれたらしくて、でもティーって紅茶に決まってんでしょみたいな。でもいや、そういうティーじゃなくて夜ご飯のイーブニングミールのティーでした。はいはい、じゃあ次は何出てくるかな。私が好きなチンワークですね。いやー、多分これ知らないんだろうな。チームワークはイギリス人よく使うんだけど、
チンって顎、まあ皆さんしてると思うんだけど、顎っていう意味なんだけどね。で、ワグは例えば尻尾を振るという意味、ワグ。ユニコーン wags his tail。で、まあそれ組み合わせると、まあ顎を振る、みたいな意味になるんだけど、まあ多分まだ皆さんハテナマークたくさんついてると思うんだけど、チンワグという意味はなんだろう、おしゃべり、雑談するということですよね。イギリス人はまあいいことなのか悪いことなのか、でもゴシップすることは結構好きなんですよ。なんかこのカップオブティー、紅茶を飲みながらちょっとチンワグするという。でそれはなんかその世間話とかする。ちょっとねえねえねえ隣の人のこととかしてるみたいな、そういう噂話をする、ことは結構チンワグと言います。はい、チンワグでした。さようなら。はい。でこれがパート1の最後になりますけれども、何出てくるかな。今回はスペンダーペニー、スペンダーペニーという表現ですね。結構便利な表現だと思うんですけど、皆さんもしかしたら聞いたことないかもしれないですね。まあスペンドは使うですね。でペニーはイギリスのお金で、金を使うっていう意味になるんだけど、でもそのままなんか理解してしまうと、多分あんまりパッと来ないかもしれないですね。ピンと来ないかもしれないですね。でもスペンダーペニーは結構、まあ先ほど言ったんだけど、でもなんか便利な表現で、それいつ使うのか、ちょっと私日本に住んだ時にたまにその飲み会とかでなんか女子がちょっと楽しみに行ってきますとか、あ、そうなんだみたいなよく聞いてて、でなんかそのイギリスに帰国したら、あ、なるほど、なんか同じような、まあちょっと単語的にちょっと違うんだけど、でもニュアンス的に同じような表現ですね。それトイレに行くとき使います。結構便利ですね。でも先ほど言ったんだけど、なんかそのペニーは、まあこれがイギリスのお金なんですけど、で昔その公衆トイレとか使うときは必ずお金が必要だったの、有料だったので、だからスペンドペニー、お金を使ってトイレに行ってきますということですね。はい、スペンドペニーでした。皆さんぜひ使ってくださいね。はい、パート1はいかがだったでしょうか。パート2もありますので、ぜひお楽しみにしてくださいね。もし聞きたいこととか、もし何か英語の説明とか説明してほしいことあれば、ぜひ書き込んでくださいね。あとはいつも通りのチャンネル登録と Instagram と Twitter といいねお願いしますね。じゃあまたパート2の時でね。バイバイ。